皆様、こんにちは。高橋多門です。いやー、夏が終わりそうですね。セミなんかもミー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 ってずっと鳴いてたのに、すっかり静かになりまして、今日もなんだか空が高くて、秋の足音が聞こえてきそうな天気でございます。皆さん、秋といえば、何ですか？食欲の秋。いや、違う。スポーツの秋。違いますね。読書の秋。惜しいですね。皆さん、秋といえばですね、トランスフォーマーですよ。トランスフォーマーの秋ですよ。今僕が決めたんですけど。ということで、今回はトランスフォーマーのですね、新作のおもちゃをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、トランスフォーマーの中でも、ビーストウォーズっていうシリーズですね。今盛り上がってますから、にわかに盛り上がりを見せてるビーストウォーズ。再放送なんですけど、テレビアニメも今やってますね。映画も今絶賛公開中のトランスフォーマービースト覚醒は、あれは元ネタはビーストウォーズですからね。しかしいきなりトランスフォーマーの秋ですよとか言ってトランスフォーマーの話から始めちゃいましたけど、トランスフォーマーをそもそもはてという方もいらっしゃると思うので、ご紹介しますと、いわゆる変形するおもちゃなんですね。車だったり飛行機だったり、そういうものからロボットに変身するというおもちゃです。なんとなく見たことありますよね。これがですね、トランスフォーマーというシリーズは日米共同制作で、アニメと、おもちゃと、あとは漫画と、実写映画とかもですね、いろいろあるんですけれども、基本日本とアメリカ、アメリカのハズブロ社っていうおもちゃの会社が企画を行い、日本のタカラトミーっていう会社が製造を行っているという、おもちゃです。で、アニメも日米合作のものが、制作されて放送されてまして、1984年からですね、40年近くの歴史のある、おもちゃのシリーズということになっております。で、今回ご紹介するのは、その中でも僕が、直撃世代にですね、ビーストウォーズというトランスフォーマーのシリーズの話です。これね、ちょっと見えるかな？これ、1988年生まれの僕ですよ。90年代に、小学生でした。その時に買ってもらったビーストウォーズのコンボイですね。今でも大事に持っております。30年近く経過するのに。大事にって言ってもこっちのね、キャノンがずっと出っ放しだったりとか、いろんなパーツがもうボロボロなんですけれども、かろうじてですね、形をとどめた状態で、我が家にまだあります。普通このビーストウォーズって言ったら1996年に始まったビーストウォーズという一連のおもちゃアニメのシリーズのことを指しますね。これが、ケナー社、ハズブロの子会社だったんですけど、ケナー社という会社と今のタカラトミーが、トランスフォーマーの新展開として、企画し制作したシリーズで、当時ね、アメリカでリアル志向のアクションフィギュアとかが、流行ってたんですね。マクファーレントイズとか、ああいう感じですよ。そういったものが流行ってたので、トランスフォーマーっていうのはロボットで直線的な、デザインになったんですけれども、生物感あふれるですね。これもゴリラから変身するんですよ、主人公が。生物感あふれる、ちょっとグロテスクなデザイン。これ顔もですね、これひっくり返したらですね、裏にもう一個顔があるんですけど、グロい顔が出てくると。こういうグロテスクなデザイン。それから、ボールジョイントを多用したフルポーザブルですね。この前のトランスフォーマーってもう、こうしか動かなかったんで、そのアクションフィギュアブームの影響が垣間見える。で、ビーストウォーズ、このおもちゃのキャラクターを元にしたアニメーションが、放送されてたんですけど、制作はカナダのメインフレーム社っていう会社が作った、もので、これね、世界初のフル 3DCG ロボットアニメーションなんですって。世界初の CG アニメではない。1996年にアメリカで放送、97年に日本で放送なんですけれども、96年、97年、どんな時代かというと、トイストーリーが95年なんですよ。なので、なんとなく世界的にフル 3DCG アニメって最先端じゃねみたいな空気が漂ってましたね。ドンキーコングがですね、99年とかだと思うんですけど、3D アニメやってまして、僕もなんとなくそれ見ながら、その前に見てたアニメがね、ビーストウォーズだったんで、なんかゴリラのアニメ 3D で作るの流行ってるのかなって思いながら見てました。
で、それから30年近く経ってるんですけれども、未だにこのビーストウォーズって人気の根強いシリーズでございまして、アニメが放送終了してからもおもちゃが発売されたりしてですね、今はハリウッド実写版の映画の公開にもあって、それに合わせてテレビ東京系でビーストウォーズアゲインという名前で、当時の放送を再編して今、再放送という形なんですけど放送してると。今年の4月から放送してます。で、今回紹介するのはこれじゃなくて、そのビーストウォーズアゲインに合わせて発売した商品です。こちらですね。ドーンとでかい箱、またでかい箱持ってきたな。これ高級ビーストの対決という、おもちゃですね。セットでございます。お値段15,400円。高級品ですね。高級ってそっちの感じじゃないんですけどね。ちょっとここ置きましょうか。はーてさて、この商品に15,400円の価値があるのかどうか。高いっすよね、15,400円って。僕的には、おもちゃオタクの世界では1万円ぐらいのおもちゃってそんなもんだよねって感じなんですけれども、普通に考えたら子供の頃500円のガンプラで喜んでたのに1万円超えるおもちゃって相当高いですけれども、果たしてこの商品に15,400円の価値があるのかどうかっていうのを見ていこうと思うんですけど、結論から言うとですね、あります。結論から言うとありますね。その理由ちょっとお話しさせてください。これね、おもちゃ自体は、2021年に発売したトランスフォーマーの中でもキングダムっていうシリーズがあったんですけれども、それの、おもちゃの仕様変更品なんですよね。あるんですけど、実際に。これですね。コンボイ。日本名はコンボイ。今は海外名で統一されてて、オプティマスプライマル。で、もう一体、これゴリラから変身します。もう一体が、これですね。メガトロン。これ敵です。こいつが正義の味方で、こいつが敵のボス。これがですね、そのキングダムの時に発売されたやつなんですけれども、これの一部仕様変更品、どこが変更してるかというと、塗装が豪華に、リッチになっていて、一部のパーツには新規造形パーツも使われているという感じですね。だから正直言って、これ持ってる僕からしたら目新しさはあんまりないし、個人的には僕そのキングダムのシリーズで、そのアニメのトランスフォーマービーストウォーズに出てくるキャラクター全部集めてたんですよ。その海外限定商品とかも含めて。だからこれで再販しますって一から全部発売し直しますって聞いた時は、正直ちょっと勘弁してくれよって思いました。でもね、それでも買っちゃったんですよ。なぜかと。持ってるのに。なんで同じもの何個も買うのかって。それがね、今回のポイントなんですね。僕が個人的に一番いいなと思ったポイントは、この商品が、ビーストウォーズが一番盛り上がっていたあの時代の空気感を商品化しているっていうところが一番いいなと思ったポイントです。正直ね、これもうフィギュアのクオリティがどうこうみたいな話じゃないんですよ、もう。この商品が存在していると、販売しているという、そのこと自体に価値があるんじゃないかなと僕は思ってます。空気感って言いましたけど、どういうことかというと、まずね、それを説明するには、現在トランスフォーマーが置かれている状況っていうのを説明する必要があります。トランスフォーマーっていうのは、もともとは子供向けのおもちゃだったんです。でも、今は、どちらかというと、マニア向けの商品っていう色合いが強くて、それでもね、おもちゃは、皆さん知らないところでですね、月に5から10体くらいのペースで、だいたい平均して、ずーっと新作がリリースされ続けてるんですよ。ただ、悲しいかな、正直言うとあんまり盛り上がってる印象はない。というのも、トランスフォーマーって新規のお客さん、新しくファンになる人が極端に少ないんですよ。例えば、仮面ライダーとか、プリキュアとかって、子供が成長していく過程で必ず一度は接するじゃないですか。これね、一種の通過儀礼だと僕思ってて、そういうものって毎年ね、新しいお客さんが入ってきてくれるシステムになってるんですよ。子供が成長して仮面ライダーに出会う、仮面ライダーのおもちゃ買って、で、大きくなって、もうおもちゃ買わねえよってなるんですけど、その時にはもう新しい子供入ってきてるんですよね。毎年これを繰り返してます。今度新しいのなんだっけ、ガッチャードだっけ。もうそのガッチャードは新しい子供たちが成長して初めての仮面ライダーになるわけじゃないですか。そこからまたハマっていくという仕組みになっているので、おもちゃがね、一定売れていくんですよね。
おもちゃが一定売れて盛り上がる仕組みがちゃんとある。ところがどっこい、トランスフォーマー月5体とか出てるのに、現在アニメの放送をしてないわけですよ。全国ネットのアニメの放送を何年か前にやめちゃったんです。僕の記憶が正しければ、トランスフォーマープライムっていう作品が最後だったんじゃないかなと思います。あれがもうね、10年ぐらい前なんで、もう子供のお客さんっていうのはかなり入ってきづらい。そんなわけで、おもちゃ屋さんね、イオンとかにあるおもちゃ売り場とか、ああいうところ行ってもね、仮面ライダーとかのおもちゃはあっても、トランスフォーマーのおもちゃって売ってないんですよ。テレビでやってないし、マニア向けだから。で、そうなると子供がね、おもちゃに出会ってたまたま、かっこいい、お母さんこれ買ってみたいな状況にならないじゃないですか。なので、そのトランスフォーマーっていうのは現状、これ僕のあくまで勝手なイメージなんですけど、熱狂的なトランスフォーマーマニアたちがみんなでこう支えてるようなコンテンツってイメージです。じゃあなんでそんな新規のお客さんが少ないようなシリーズ、どんどん老いていくじゃないですか。ファンたちは。が30年間も続いてるのかと。日本で売り続けられてるのかっていうのは、日米共同制作っていうところがポイントじゃないかなと思ってます。これトランスフォーマーね、メインの市場は決して日本ではないんですよ。欧米とかアジア諸国とかそういうところがメインの市場です。海外で企画されてそれを日本国内の職人のような制作チームが作ってると、そういう状況にあるわけだから、トランスフォーマーにとっては日本が製造元だから販売はしてるけどみたいな、状況ですね。なので海外メイン、僕みたいなマニアはなので予約してあんまり生産されないやつを買うとか、海外から直接買うとか、そういうことになってくるんですよね。日本で発売されない商品とかも結構あるので、海外から直接ね、個人輸入したりとか。僕はコロナ禍になる前は、日本で発売されなかったトランスフォーマーとか、もしくは、買い逃しちゃって、もう、生産されてない、どこにもお店とかにも売ってないっていうトランスフォーマーを、アメリカのおもちゃ屋さんで探してきて、買って、持って帰ってくるっていうのを毎年やってました。多分今この辺に写真出てると思うんですけど。そんな感じなんですよね。ここまでで現在のトランスフォーマーが日本国内においてどういう位置づけにあるかっていうのをなんとなく分かっていただいたと思います。でもね、昔はそうじゃなかったんですよ。では、ここで時を1997年に戻しましょう。ビーストウォーズ、国内で放送開始の年でございます。当時はね、今と全然状況が違った。これね、完全にビーストウォーズ社会現象でした。1996年、日本で、アニメが放送され、おもちゃが発売される1年前にアメリカでもうすでに人気になっていて、1年後、日本に鳴り物入りで上陸してきたわけですよ。で、確か夏の7月から全国販売開始。で、もう人気大爆発。おもちゃ屋さんからすぐに姿を消しました。年末にはもうなかったんじゃないかな。僕もね、実際最初のうちは近所のサティ、懐かしいですね。サティで、おばあちゃんに買ってもらったりとかしてたんですよ。でも、秋くらいの商品から買えない。新商品が出た。なんか、本ね、テレビマガジンとかに書いてるんですよ。いついつ出ますみたいな書いてるから、ああ、出るんだと思って、サティ行きたいって言って、サティ連れてってもらって見てもないんですよ。ないみたいにね。新商品なのに売ってないの。で、それは人気だったからなかったんですよね。で、どこのおもちゃ屋さんに行ってもそういう状況で、でもなんかおもちゃ屋さんに聞いても、いや、メーカーに確認中でとか、入荷未定でとかって言われて、だからもう子供たちで、その一部のトランスフォーマー、ね、入荷されたトランスフォーマー、一部のパイを奪い合ってるような状況だったんですよ。だからもう手に入った子供たちでマウント合戦みたいな。俺これ持ってるぜ。うちに遊びに来るみたいな感じのやつが何回かあったな。覚えてますね。そんなわけで大人気だったビーストウォーズなんですけれども、商品それ自体も今のトランスフォーマーとはちょっと違う特徴がありました。一つ目が海外版と日本版とではカラーリングが異なったっていうことですね。アメリカはおもちゃの発売とアニメの放送っていうのがスケジュールが近かったわけで、おもちゃを作りつつ一方でアニメを作りつつっていう同時進行で制作をしていたわけです。ってなると何が起こるかっていうと、アニメとおもちゃ同じキャラクターでもあんま似てないっていう状況が起こるんですよね。見た目もカラーリングも、同じキャラクターなのはかろうじてわかるけど、ちょっとあんま似てないなっていう状況があるんです。どちらもこう初期の設定が
っていうのをベースに作るわけなんですけども、もちろんそこから変更もあるし、アニメの方はフル 3DCG なんで、こう、つるっとしたデザイン。バズ・ライトイヤーみたいな感じのつるっとしたデザインが多い。あとはその演出の都合上だと思うんですけど、顔がね、割と人間っぽい顔、口があるとか鼻があるとか、そういうキャラクターが多かった。一方で、おもちゃの方っていうのは、その、つるっとしてないんですよ。ゴテゴテしてるんですよ。ちょっとグロテスクな感じでゴテゴテしてる。でも、トランスフォーマーの伝統で、顔はね、なんかマスクをつけてたりとか、ロボットっぽい顔っていう感じなんですよ。そこが食い違ってた。で、放送まで1年間猶予があった日本版っていうのは、それはまずいと思ったんでしょうね、日本側の制作スタッフが。造形の方はもう仕方ないから、なるべく玩具のカラーリングをアニメに寄せようっていうことで、ちょっと色を変えたんですよ。元々のプラスチックの色しか使ってなかったところに色足したりとか、そもそも塗ってる色を変えたりとかっていう風にした結果、結果的にね、塗装が豊か、リッチになって、豪華版みたいな、になったんですよ。でね、その状況が、こう、なんか伝統になっていって何年間も続きまして、日本ってのは発売が遅い代わりに海外版よりも豪華、アニメに似てるとか、色が、綺麗とか、なんかすげえ丁寧に作られてるとか、そういう変化してるっていう状況がありました。それがね、何年か前からなくなっちゃいまして、残念ながら今は日本はアメリカより発売が遅いだけで全く同じものが発売されてます。二つ目が箱のデザインも違いました。海外版のパッケージっていうのは基本的にこう単品売り、箱に入った単品売りで、小さいキャラなんていうのはブリスターパックに入ったんですよね。ブリスターパックってスター・ウォーズのおもちゃとかにあるこう厚紙にプラスチックがポコーンってついてて、中にキャラクター人形がこう入ってるというあれですね。アクションフィギュアの影響っていうのはあったんでしょうね。そのアクションフィギュアは割とそういう形態で売られてたし、当時ビーストウォーズのおもちゃ作ってたケナー社っていう会社はスター・ウォーズのおもちゃとかね、で、有名だった会社なんですよ。もうこんな、ルーク・スカイウォーカーの肩幅こんな、みたいなおもちゃ、僕は持ってましたね。こんな、全然ルークそんなんじゃないよ、みたいな、スーパーマンみたいな感じのルークのおもちゃとかを販売してたケナー社の、が作ってたので、そういうのもあるんでしょう。で、ブリスターパックで売ってたりとか、してました。でね、箱にね、イラストが描いてるんですよ。キャラクターのイラストが。描いてるんですけど、これがね、おもちゃにもアニメにも似てないっていう。なんかね、おもちゃ版のグロテスクなやつをさらにグロくしたみたいな感じの、なんか、みたいな絵がついてるんですよ。購買意欲をそそるんだかそそらないんだかわかんない絵がついてて、多分、その宝はね、いや、これじゃあちょっと日本の子供たちで買わないんじゃないかって判断したんだと思うんですよ。なので、日本版は独自のパッケージになりました。ちっちゃいキャラクターもブリスターじゃなくて箱で売っていて、イラストもね、なんか CG とかイラスト手書きだったりするんですけど、いかにもヒーローっぽい、なんかアニメとおもちゃの中間みたいな感じのかっこいいデザインのものが使用されてました。それから時が経って、今は海外版も日本版も基本同じ箱。そして3つ目が、対決セットっていう売り方があったんですよ。正義の陣営サイバトロン、悪の陣営デストロン。この、それぞれのキャラクターを1体ずつセットにして売るっていう売り方がありました。もちろん個別それぞれでも売ってるんですよ。でもセットでも売ってる。さっき紹介したコンボイっていうね、正義の味方ですよ。は、悪のボスのメガトロンっていうやつとセット。で、他にも例えばチータスとワスピーターっていう、チーターと蜂から変身するやつは、こうどっちもなんかスピードが速いから瞬速の対決みたいな感じで、こうテーマが決まってるライバル関係のキャラクターごとにセットにして販売するという売り方をしてました。これがね、おもちゃの世界観っていうのを広げる助けになったと思ってます。アニメもあるけど、その子供だから自分の空想で遊ぶし、アニメに登場しないキャラクターとかもあるから。だからそういう時に世界観ね、空想しやすいじゃないですか。それから大人にもねだりやすい。例えばで、コンボイとメガトロンがセットで欲しかったと。お母さんこれとこれとこれとこれ買ってって言ったら、そんな1個にしなさいって言われるじゃないですか、絶対に。なので、セットで売ってたら、お母さんこれ買ってで1個で済むじゃんってことで、多分子供としてもね、大人にねだりやすかった。で、メーカー的には、その悪役ってどうしてもおもちゃって余るらしいんですよ。なので、その悪役の魅力を知ってもらったら、悪役のおもちゃもいいじゃんって言って子供も買う、欲しがるって。そういうことで、なんかその辺も解消されますよね。なのでこの対決セットっていうのがあったんですよ、おもちゃの売り方で。これもね、いつの間にかにやらなくなってますね。
トランスフォーマー。多分、僕の予想ですけど、もうトランスフォーマーが子供向けじゃないからだと思うんですよ。買ってってねだらないんですよ。マニアたちは。これとこれを買うか、みたいな感じで買うから。もうなんなら、おもちゃ屋さんでこれとこれを買うかじゃないですよ。もう予約の段階でもう、Amazon とかで、カチカチです。だから、その対決セットっていうものの必要がなくなった、役割が終わったんじゃないかなと思います。まあね、そんなわけで、一時はすごくいい状況に置かれてたんですけど、今言った3つのポイント、今は、全部やってないです。なので、日本のファンっていうのは、こう、長年ね、煮え湯を飲まされ続けてきたわけなんですよ。昔は豪華なトランスフォーマーだぜ、へへへと思ってたのに、なんか徐々にそれがなくなってって、そして最終的には、海外よりも発売が3ヶ月ぐらい遅いだけみたいな感じになってて、悔しい思いをしてたんですよ。なんですけど、今回のこの商品っていうのは、そんな日本のトランスフォーマーファンたちのフラストレーションをですね、発散してくれるようなおもちゃになってるわけです。いやー、前置きが長かった。ここからが本題です。今回のこの商品の個人的にいいポイントっていうのは、冒頭にも言いました。ビーストウォーズが一番盛り上がっていたあの時代の空気感を商品化しているということなんですけど、それはさっき言った3つのポイントですね。日本限定のリッチな塗装が復活している。当時を思わせるパッケージデザインである。それから対決セットという販売形態である。で、おまけにテレビ放送をしていると。これね、完全に古き良きトランスフォーマーの売り方が返ってきたっていうことなんですよ。そういうわけで、僕はもうこの商品が手元に届いた。もうその時点でもう満足。もう、よかったーっていう感じで、しまっとくかみたいな感じなんですけど、そういうわけにはいかないので、今回ね、動画でせっかく喋ってるので、ちょっと細かく見ていきましょう。名前は高級ビーストの対決っていう名前なんですけども、この名前の元ネタは明らかに、その当時の97年に発売したコンボイとメガトロンのセット、最強ビーストの対決っていう、セットだったんですけど、それのですね、明らかにオマージュですね。最初はね、高級ビーストって全然聞いたことねえ言葉だなと思ったんですけど、後でそういう意味なんだって気づきました。で、箱はこんな感じなんですよね。全然、なんか白黒のシックなデザインで、全然当時を思わせるやつじゃないじゃん。嘘ついたな高橋って感じになってますけれども、これね、中身実はスリーブが外箱ついてまして、中身がポイントなんですよ。ちょっと待ってください。これ今出しますんで。中身がですね、こちらですね。ただの段ボールですね。ここまで来てもまだじらしますね。まだなんですよ。さらにこっからもう一段階開けましょう。ここからですよ。これを開けると、よいしょ、ちょっと硬いんで、もし買ってまだ開けてない人いたら気をつけてください。これ硬いんですよ、すごく。段ボールだからね、ボキーって折れちゃいそうでちょっと怖いんですけど、はい、中身がなんとこうなってまして、これね、完全に当時のビーストウォーズのおもちゃなんですよ。もうただこれは残念ながら箱ではなくて、ぽい紙がついてるっていう当時のパッケージっぽい紙がついてるっていうだけです。なんですけど、それでも十分。いいです。これですね。これがぽい紙です。貧乏ちゃまみたいになってますね。表面だけあるっていう。でもこれ裏返しても使えると。裏返すと、ちょっとなんか現代っぽいスリーブと同じようなデザインですけど、になってると。リバーシブルジャケットでございます。で、中身も見ていきましょうか。これがメガトロンですね。ティラノサウルスから変身すると。それから、こっちがコンボイですね。ゴリラと。これ、なんでゴリラとティラノサウルスなんだろうって僕子供の頃思ってましたけど、あれだなって最近気づきました。キングコングですね。映画のキングコング、ティラノサウルスみたいな恐竜とキングコングが戦うシーンがあるんですよ。あのシーンなんでしょうね。このモチーフっていうのは。ゴリラ対、ティラノサウルスっていう、なんかよくわからない組み合わせは。商品はですね、ちょっとこう光沢のある塗装が使われていたりして、これは当時のアニメのね CG の質感に、寄せてるんじゃないかなと思います。これキングダムの時よりもかなり塗装がリッチになっているのと、
あとは一部パーツのそもそもの成型色、プラスチックの色ですね。が変わってたりします。この太もも部分とかそうですね。キングダム版はこの白の部分が塗装だったんですけど、これが、成型色の色になってます。塗装だとね、どうしても剥がれちゃうんですよ。特に白とか剥がれたら目立つんで、そこはいいポイントですね、非常に。キングダムも、ロボットモードの再現とかはすごいいいんですけど、ビーストモードはですね、ちょっとリアル寄りに寄せてるので、かなり、アニメの中の、こうデフォルメされた動物のデザインというよりは、実際の動物みたいな顔になっているので、あんまり似てないんですよね、おもちゃ自体は、アニメには。マスターピースとかっていう高級シリーズに比べると似てない。再現度は低いんですけど、でもそれを塗装でなるべく近づけるっていう、このコンセプト自体が、当時のね、日本の流通の、さっき言ったじゃないですか。色がリッチになってちょっとでもアニメに寄せようみたいな。それをまた彷彿とさせていいポイントだと思いますね。まあでもいいところばっかりじゃなくて、ちょっと気になっちゃうポイントもあるんですけど、例えば、ゴリラの方は、黒目があるんですよね。昔のおもちゃはゴリラ黒目なかったです。なんですけど、今回は黒目あり。しかもなんかだいぶ上目がちな、みたいな、上目がちな感じのゴリラですね。おねだりゴリラみたいな感じですけど、になってますが、メガトロンの方は、黒目がない。完全な赤。アニメでは黒目がある。赤の中に黒い点がボンとあってね、それがまたちょっとメガトロンの可愛らしさのポイントだったので、ちょっと残念だな、この赤目しかないのが。これは事情がありまして、ロボットモードでは、このメガトロンの、恐竜の顔が右手になるんですよ、そのまま。で、その右手になった時は黒目がない。もう完全な赤だけ。なので、どっちを優先するかの究極の選択をした結果、これになったということだと思います。あとね、新規造形って言ったんですけど、がどこかというと、メガトロンのロボットモードの顔なんですよ。で、逆に言うとそれだけ。この第1弾の皮切りに、第2弾、第3弾、第4弾、今第5弾か第6弾ぐらいまでもう発表されてるんですけど、この第1弾以降、その新規造形っていうのは一切書いてないんですよ。塗装がよりリアルにみたいなことは書いてるんですけど、新規造形でって書いてないから、多分新規造形もうないんだろうな、ないんじゃないかなっていう感じになってます。結構そのキングダム版のおもちゃっていうのは、例えばチータスっていうキャラクターはチーターから変身するんですけど、武器がですね、内臓なんですよ。内臓をパカッと取ると、それが銃になってるんですよ。内臓銃っていう。めちゃくちゃ尖った銃だったんですけど、それがね、丸ごとオミットされてて、尻尾がムチになるっていう武器になったんですけど、チータスってこうめちゃくちゃ銃撃ってるイメージなんですよ。撃つべし撃つべしって言って撃ってるイメージなんで、ムチ撃つ違いじゃないみたいな感じなんですよね。まあでもその後のシリーズで武器が無知だった時期もあるから、まあそういうことなのかなとは思うんですけれども、できればこのね、対決セットで銃とかつけてくれたら嬉しかったのになーってちょっと思わないでもないですね。まあ、この商品の不安というか不満ではないんですけど、ちなみにちょっとこれはもう邪推レベルなんですけれども、キングダムの時のメガトロンの顔っていうのはめちゃくちゃこう冷静な顔なんですよ。みたいな顔なんですけど、昔のおもちゃのメガトロンの顔はもうめっちゃ歯食いしばったんです。みたいな顔をしてたんです。今回のはめっちゃ歯食いしばってるんです。って顔をしてて、あ、いいね、いいポイントだねって思ったんですけど、これね、その、キングダムの時にメガトロンの色替えで販売したマクシマル T-Rex ってキャラクターがあったんですけど、それが最終的な販売した仕様はこれと同じ顔だったんですけれども、発売されますよって時に公開された CG とか、パッケージの裏に書いてる画像とかは食いしばり顔なんですよ。って顔なんです。だから今回のこの食いしばり顔、実はそのマクシマル T-Rex の没データを流用したんじゃないかなってちょっと思います。まあこれは完全に邪推ですけどね。あとね、ちょっともう一個だけあえて言うとすれば、値段高すぎワロタですね。15,400円ですからね。さっき言った最強ビーストの対決ね。は、同じコンボイとメガトロンのセット。で割とね、大きいんですよ。さっき見てもらった通り。おもちゃも、これ、今のコンボイと比べて、1.5 倍以上あるかなってくらい大きいんですけど、
大きいおもちゃが2個セットになって、当時なんとお値段税込み5800円。税込みかどうかわかんない。5800円だったんですよ。今回15,400円ですよ。3倍ぐらいじゃん。まあ、そのね、30年前とは貨幣価値がちょっと違ったりとかね。だってマクドナルド60円で食べれる時代とかもあったぐらいだからさ。とか、原油高とかね、前のゴジラの動画でも言いましたけど、そういうのの影響もあるから、完全に比較するっていうのは難しいけど、それでも3倍ですよ。結果、子供が気軽にねだれる値段ではないですよね。個人的に、例えばデラックスキングオージャーね、キングオージャーのロボットですよ。が、9000円ちょっとなんですよ。9300円とかなんですよね。あれがギリ誕生日に子供がねだれるレベルじゃないかなと。誕生日だからこれ買ってって言えるレベルがぐらいじゃないかなと。1万超えちゃうとお父さんお母さんもちょっとってなると思うんですよ。でもあっちの方が今回のこのおもちゃより全然大きいし、おもちゃらしいギミックっていうのも、これは変形しますけど、あっちはもう変形するし合体するしみたいな。ギミックもたくさんあるから子供受けも良いと。なんで、そう考えると、やっぱりね、結局子供向けではないんですよ、トランスフォーマー。今回のマニア向け。でも、今回の商品自体のコンセプトが、僕の予想が正しければ、当時子供だったおじさんたち向けの商品だと思うので、それでもいいのかなっていう感じはしますけどね。これら総合すると、当時の古き良きトランスフォーマーがって言いましたけど、結果的にはバリバリ大人向けの商品にはなっちゃってます。でも、これと同時進行で今発売されてるビースト覚醒映画の方のね、おもちゃっていうのは、もちろんパーツが細かい変形が複雑っていうシリーズもあるんですけど、子供向けの低価格でギミック盛りだくさん。地面、床にね、置いてガシャガシャガシャってやったら、それだけでゴリラからロボットに変身するみたいないうやつとかもあるんですよ。そういうのもラインナップされてるから、タカラトミーさんが、子供受けっていうのを狙って、新しいお客さんを取り入れよう、トランスフォーマーをもっともっと盛り上げていこうぜっていう感じはすごく思うので、ファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいですね。ということで、ごちゃごちゃね、後半の方とかちょっといろいろ言っちゃったんですけど、僕自身は今発表されてるものに関してはもう全部予約しているぐらいに、今回買ってみてやっぱり改めて思いましたけど、気に入ってます。なんか僕的に思うのは、これはおもちゃを買うというのももちろんなんですけど、というよりは15,400円払って体験を買ってると。アクティビティですよ。だから川下りとかスカイダイビングとかと同じだと思ってます。当時のトランスフォーマーの良かった時代をぐわー開けてうわーって思うっていうアクティビティなんじゃないかなと僕は思いました。そう思ったら15,400円安くないですか？交通費だの宿泊費だのそのアクティビティ代だのって考えたらすごく手軽に楽しめますよね。なんでそういうとこも踏まえて結果めちゃくちゃおすすめです。超期待できるシリーズですね。全部揃えてほしい。今のところまだ全部は発表されてないですけど、まだエアラザーとインフェルノかながまだ発表されてない。多分そこセットで売ってくると思うんですけど、全部買えます。タカラトミーさん。なので、ぜひ、このビーストウォーズが終わったら、続編であるビーストウォーズセカンド、ビーストウォーズネオ、ビーストウォーズメタルス、ビーストマシーンズやビーストウォーズリターンズをですね、ぜひ商品化してください。商品の詳細などなどは、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。これね、おもちゃ一般販売あるかどうかわかんないんですけど、おもちゃ屋さんとかで売ってたら、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。ということで、この動画面白かったらチャンネル登録と高評価とぜひよろしくお願いします。高評価ね、最近結構いただけてて嬉しい限りでございます。あと、この動画で説明したのは、あくまで僕が気になったポイントっていうのをお話ししているだけなので、皆さんもいろいろご意見あると思いますので、皆さんのご意見なんかもぜひ聞かせてもらえたらなと思ってます。コメントよろしくお願いします。それでは、今世の中に生まれたままのこのパワー、体中で浴びろ光自然のシャワー、何が善で悪で丸め込んでやめろ向かう正義の力、生き抜け誰のため逃げちゃダメ、全宇宙の平和願ってロボットだってサイバトロンパワーは全開、デストロンのメカ全てこれで破壊、心の隅に住み着く邪悪な野望、見失いかけたすぐそこに希望、どんな
攻めたい